どっか行くんですか今日は。今日はですね、はい、RBK25 周年感謝の夕べというところに行きます。 RBK って何ですか？私が、お世話になっている会社がありまして、昔から。何の会社ですか？ファッションのコンサルではないけど、ファッション業界の人が困った時に駆けつけていく会社っていうのが RBK ってあるんですよ。なるほど。そこで私ずっと本当に独立してからずっとお世話になってて、東京のお父さんとも言える人なんですけども、それの25周年の感謝の夕べがこの後あるから、このおしゃれです。でそれで今日はですね、はい、そのいい女特集です。いい女特集。ストリートスナップはいい女特集。4月号が。そうです、そのために私2ヶ月くらいずっといい女をリサーチしておりました。はい、定義が私の中でありまして、はい、私の思ういい女はかっこよくて綺麗でセンスがいいっていうこの3拍子揃っている人、はい、まず聞いたのが、綺麗な見た目であるために何をやってますかっていうことを聞いたのと、はい、もう一個はあとは内面ですね。内面の美しさみたいなのを保つためにどんなことをしてますか、そうで、あとは、センスがいいってじゃあどんな人ですかみたいなことを聞いております。それぞれ自分の美しさの哲学があるなと思いました。まずはリステアのクリエイティブディレクターの舞子さんですね、はい、私たちの番組でもたまに出てもらってますが、見てみましょうか。じゃあどうぞ。柴田舞子、リステアのクリエイティブディレクターをしています。じゃあバッグでいこうかな。バッグは、フィービーファイロのトートバッグ。おー、フィービーなんだ。そして、シャツ、シアーのやつはどこの？シアーのはルシェルブルーのシャツで、上はフィービーファイロです。フィービーファイロです。で、パンツもフィービー。パンツはルシェルブルーのチノパンです。ネクタイはなんか虎ノ門ヒルズに行って、メンズのショップでネクタイくださいって言って、ベルトはフランスなのかな、デハンシェの読み方がちょっとわからないんですけど、なんかフランスのベルトブランド。すごいね、ここのなんかジャラジャラのところ。なんか2色使ってるから何でも合わせられるので気に入ってます。確かに。で、靴もフィービーファイロでバッグの色と合わせて。なるほどなるほど。素敵でございます。相変わらずですけど。で、ちょっと聞いていきたいんですけども、綺麗な見た目であるために例えばどんなことをやってますか？肌管理だったりとか、あとは姿勢が崩れてこないように適度な運動だったりとかは欠かせないように、まず外面的なことはしてます。運動何してるの？運動はレイちゃんと同じでピラティスを細々と8年ぐらいやってるけど、結構やってんね。全然上達しない体が硬いのでもなんか週1回必ず行って、週1行ってんだ。定期的に美容皮膚科とかに行って、美容注射だったりとかレーザーしたりとか、韓国あがなっております。韓国行ってるイメージがあります。ソウルでいつもお酒もやめちゃった。そうなの？そうなの。なんかすごい飲んでるイメージだったけど。健康管理、それも。いつから？それも2年ぐらい前かもしれないですね。内面の綺麗さを保つために何かやってることってありますか？心が平穏で受け入れる準備ができてないといけないので、瞑想じゃないけど、猫をめでてる。まずはやっぱり自分より弱いものを守るみたいな感じ。あと若い人の話を極力聞くようにしたりしてます。1995年より後に生まれた人で、違う私たちと違う考えを持ってることが多いって聞いた人から聞いて、なので自分より若い世代の人たちの面白いと思ってることとかをなんか注意して聞くようにしてる。あと忘れてた、旅だ。旅。なんでなんか知らないことを知ることとかドキドキすることが脳みそにいい気がして、この間はサウジアラビアに行った。そっか、ファッションウィーク、どうだった？もっと刺激があるかと思ったけど、意外と整頓されていたので、もっとなんかドラゴンクエストみたいなところに行きたいアフリカみたいな舞子さんにとってセンスがいい人ってどういう人？芯があって、自分のスタイルを確立してて、あとは美意識が高い人。It's so you ですよ私は今それすごく思いました。なんかそうなりたいと思ってる。そうなってる。余白も綺麗って思う人とか。いいね、素晴らしいお話を聞きました。ありがとうございます。じゃあね。
舞子さん見ました。はい、印象に残ったことは、若い子の話を聞くようにしているっていうのは、意外だなと僕も思いましたね。はい、なんか、やっぱりもう自分が出来上がってる人じゃないですか。そうですよね。だからもう割とその自分の考え方で確立してるのかなと思ったら、案外この聞く耳があるというか、余白があるというか、そうですね。それがなんかやっぱりすごい人って違うなって思った。自分を確立してるからこそ、そこに意固地にならずに余白を持って人の話を聞くっていうのは大事だなと思いましたね。続いてはですね、リーフェジュエリーといって、ジュエリーがあるんですけども、そこのデザイナーのリエさんですね。早速見ましょうか。はい、どうぞ。春井理恵で、職業はデザイナー。はい、ジュエリーのデザイナーです。なんていう名前のジュエリーですか？リーフェジュエリー。リーフェジュエリー、今日やってるやつですね。やらせていただいてます。こんな感じの強い感じのやつなんですけれども。いいですね。じゃあ早速なんですけども、着てるものを聞きたくて、ジュエリーは全部リーフェ。そうですね。弊社で全部作っているネックレスと、こっちはなんか R っていうラインで、ちょっとリーフェジュエリーは少し下の価格帯のなんか音楽と一緒になんかリンクされているブランドで R っていうブランドです。T シャツはこれ韓国のノーダンスフロアっていう古着屋さんで買った T シャツで、9インチネイルで、これ娘の大好きなクローサーっていう音楽のT シャツなんですよ。なんでこればっか着てます。なるほど。じゃあ娘さんと一緒に着てるみたいな。そうですね。娘も9インチネイル好きで。でシャツを2枚重ねておりますが、これはなんかブランドはちょっと両方とも分かんない古着で、こっちも古着屋さんで買ったもので、デニムはエンタイアスタジオかな。エンタイアスタジオ。じゃあリエさんがジュエリーに目覚めたきっかけっていうか、なんでその好きになったの？17歳の時にロサンゼルスに行って、で20歳ぐらいの時に出会った元クロムハーツの創業メンバーのギヨーム・パジュレックっていう方が、絵とか描くの好きなんだったらジュエリー作ってみたなみたいな。でそこでワックスカービングとかを習って、それワックスカービングでそのジュエリー作る？そうです。ジュエリーの型を作る、ろうを削って、ろうそくのろうみたいなのを削って型を作るやつを習って、でそこからがきっかけですね。綺麗な見た目であるためにどんなことやってますか？美容とか、運動はもちろんなんですけども、でも、一番やってるのは自分の心の声をなんかに正直であることみたいな。すぐ見た目がなんていうのか表に出ちゃうので、自分が食べたい時に食べたいものを食べる。でも、食べ過ぎたなと思ったら、じゃあ運動しようとか、なんかそういうのを繰り返している感じがします、ね。我慢しないってこと？我慢しないですね。その美しくあるために我慢しないというか。我慢しないです。中身の綺麗さを保つために何かやってることはありますか？自分の中の4原則みたいなのがあって、4原則、自由であることと、自立することと、あとそれに対する責任っていうことをちゃんと取れるっていうことと、あと素直さみたいな、正直でいること、この4つと、心と話す。リンさんにとってセンスがいい人ってどんな人でしょうか？その人自身がなんかカルチャーみたいな、中から出てくるそのかっこいいさみたいなのが、なんかもう何を着てても大丈夫みたいな感じに見せてくれる、そういう人がやっぱかっこいいなっていうふうに。内側の蓄積が外に漏れ出てる人がセンスがいい人ってことか。だと思っています。なるほど。良いお話。そういう人になってます。頑張ります。頑張ります。なってます。いや頑張ります。じゃあ今日はありがとうございました。かっこよくないですか？ですね。なんか男前女子かかるべしって感じじゃないですか。でした。はい。印象に残った内容はありますか？4原則言ってたじゃないですか。自由である、自立している、責任が取れる、素直でいる、それがすごく印象残りましたね。自分の心に素直でいるって案外ないな。むずいんですよ。これなんか年を重ねるからこそむずいのかなともちょっと思ったり、どうなんでしょう。どっちなんですかね。子供の時は何も考えずに素直だったじゃないですか。まずはそうですよね。で思春期くらいからこじらすじゃないですか。でこじらせを卒業するじゃないですか。我々はもうこじらせてないから卒業してるじゃないですか。ただ素直になるのかなと思ったらそうでもない。ないんですよ。社会人になってから全然素直じゃなかったですよ。僕成り立ての頃とかなんか。尖ってた。尖ってなんかそうなんか強く見せようとしてたり、なんか偽ろうとしてたりみたいな。自分を大きく
く見せるみたいなね、はいはいはい、確か最初若い時はそうだった。でも今はそうでもないけど、なんかもう等身大の自分でも別にいいやって思ってるけど、素直はどうなんだろうなって思ったりしちゃう。そうですよね。自分の心の声を蓋してる部分あるんじゃないですかね。ある気もします。はい、続いてはですね、これも大阪でも出てもらったかな、イエローのあやちゃん。はい、シューズブランド。シューズブランドですね。はい、見ましょうか。どうぞ。星あやです。イエローの、CEO、あとディレクター、デザイナー、もろもろ何でもやってます。で、今日着てるものを教えてほしいんですけど、はい、まず帽子。ファミマのあったかい帽子を、釣り用に買ったやつをそのまま最高じゃん。しかもちょうど後ろファミマだったから私びっくりしちゃったよ。ここです。あ、ここで買った、はい、ちょうど私は原宿にちょっとキャットシュート脇くらいにいるんですけど、奇遇ですね。で、サングラスは、サンローランはいですね。ベストはドッグです。ドッグの古着かな。はい、この直ベストやってるのが私はすごく好きです。ありがとうございます。本当だったら中にブラは着ないで、着るんですけど、今日はちょっとちゃんとレイさんにお会いするんでポロリできないワイルド。パンツがバルムング、はい、ですね。韓国で買ったというバルムングです、はい、で、靴がイエローです。ふさふさサンダルになってるのかな。これはサンダルになってて、実は先っちょは開いてるんですけど、あ、本当や。はい、開いてるんですけど、こんな感じです。いいね、このふさふさ感がね。ふさでバッグが古いヴィトンですね。なるほど。で、あやちゃんに聞きたいのが、綺麗な見た目であるためにどんなことをやっておるんでしょうか。自分自身がコスメとかそういう美容は得意じゃないけれども、どのシルエットになったら自分の気持ちが上がるのかとか、綺麗なあり方みたいなものは、シルエットとしての研究はしてます。体型みんな違うので、何がどう似合うかみたいなことを考えながら。内面の美しさ、綺麗さを保つために何かやってることってありますか。好きなことに夢中になるが一番だなと思っていて、夢中って全てを超える気がしているんです。それが私の場合は釣りなんですけれども、何かを上達していくだったりとか、何か精神統一していくみたいな部分で、自分との対話をする時間を夢中になれる趣味の上で見つけると、すごく中身が磨かれていくなっていうのは思います、じゃあ最後になんですけども、あやちゃんにとって、センスがいい人ってどういう人？センスがいい人はユーモアがある人だと思ってます。私。どういうこと？造形物として美しいとかかっこいいとか、そういうのはたくさん見てきてるじゃないですか、だけどその中にやっぱりセンスを見出す時って、私はユーモア、面白いなとか、そういうのが入るとイケてるなに変換されるところがあって、その人のチャーミングな一面がはみ出てるものがやっぱり好きなので、ロックが好きとか釣りが好きとか、そういう自分の内面がはみ出して、そこがなんかセンスに精通して見えるような、全然違うジャンルでもすごく魅力的に感じます。いいお話聞けました。ありがとうございます。じゃあね。あやちゃんも素敵やろ。ですね。素敵やろ。大好き本当に。印象に残ったことは、釣りに夢中になっているというか、その大好きなものに没頭している中で自分と対話するみたいな話をしてたじゃないですか、はい、それはすごく印象的だなって思うのと、ちゃんと自分と向き合うみたいな感じですかね、あなたも釣り好きですからね、今度3人で行きましょう。いいです。あやちゃんのとこに、あとセンスがある人イコールユーモアみたいなこと言ってたじゃないですか。確かになーって思った。バチバチでセンスがいい人もまあセンスがいい人だけど、それにちょっと面白いが入るって最高ですもんね。作る靴とかも遊びだらけですもんね。遊びしかない話だ。ユーモアがあってセンスがある人って器がでかい気がする。そうですね、なんかそこもあるかなと思いましたね、大人の余裕でしょうね。次はですね、エディターとかをやっているんですけども、雑誌関係とかなんですかね。今雑誌もやったりとか、いろんなその編集周りのプロの人がいるんですけども、エミさんといって、でその人に話を聞きました。辰渕恵美ファッションディレクターです。早速着てるもの着たいんですけども、サングラス。はい、サングラスはラピマ。はい、なるほど。ブラジルのブランドです。なるほどなるほど。ポロシャツはオムガールズです。オムガールズ。パンツはドドちゃんのブランドのシシクイです。シシクイです。で靴がシャネルです。シャネルです。素敵です。
でバッグバッグがエルメスです。時計はバシロンコンスタンタンです。でジュエリー系が、こっち3本がハリー・ウィンストン、で、こちらがシャネルでソフィー・ビル・ブラーエのブレスレットと、テニスブレスみたいな感じだね。テニスブレあ、でもこっちはだんだん大きくなってるんだ。そうおしゃんこちゃんでシャーロット・シェネのバンドルです。じゃあエミさんがファッション好きになったきっかけを教えてください。母の購読していたミセスっていう雑誌と、はい、あとはちっちゃい時の着せ替え人形です。バービーとリカちゃんが大好きで、で私高校生まで、やり続けたんです本当12歳下の妹が生まれたんですよ。あ、やれるね。そうやれるね。それをいい理由に、もう楽しくてやり続けたの。へえ、面白いね。そうじゃあ一番最初に買ったものとかって覚えてる？ファッションで自分のお金でみたいな大きいものってことよね。お洋服関係ファッションで大学生の時に一番最初に買った大物は、トム・フォードのグッチです。ねえ、それも強いねえ、強い。なんでアルバイトして、お金貯めて、トム・フォードを買いに行きました。へえ、トム・フォードが好きだったの？トム・フォードが好きだったの。なんかいろいろ若い時から強いんですけれども。そんなことないですよ。綺麗な見た目であるためにどんなことをやっていますか？運動と食事に気をつけること。なるほど。運動何やってるの？運動は水泳、あと食事は食べる順番をちょっと考えたりとか、例えばオリーブオイルを一杯飲んで、そのままスプーン一杯、で蜂蜜を飲んでレモン水を飲んででトマトを食べる。それが朝ごはん？はい。へえ。もうそこから、その日によって、あったかいスープを食べたり、アボカドを食べたりっていう感じで、血糖値をいきなりこう上昇させないように、食べる順番をちょっと気をつけたりしてます。次は、内側内面の綺麗さを保つために何かやってることありますか？読書と瞑想もやってんだ。やってます。読書はどんなものを読むの？読書は私ね、やっぱ自己啓発本的なものが好きで、アダム・グラントの本とかが好きなんですけど、瞑想は必ず朝10分でも、15分でも、そうするとちょっと一回リセットを自分がするような感じで、毎朝リセットして、毎朝こうリボーンっていうか、パソコンの強制終了みたいなもん。そう、生まれ変わる気持ちで、ポジティブに年を取るのがになれない気持ちのまだまだ若い女性って多いと思うんですよ、そんな人たちに言ってあげるとしたら何てアドバイスしてあげますか？私もずっとネガティブだったんですけど、年を取るのが怖かったんですよ。だけどやっぱりこの50歳を過ぎて、自分自身のこともよく分かるようになったし、他人と自分も比べなくなった。周りの目を気にしてる時間はもうないなと思った、この開き直りというか後ろを計算するとそんなに長くないぞと気づいた時の方が、なんか濃く集中して充実を意識して生きられるようになるから、全然悪くないですよね。なんか若い時の方が苦しいよね。だって若い時の方が何かにならなきゃいけないっていう焦りもあるし、ワナビーだもんね。そう、あと人と自分を比べたり、なんかそれがやっぱりなくなってくる方がいいですよ。確かに。今ちょっとさっき言い忘れましたけど、何すか？私ね SNS を見る時間をすごい制限するようにしたんです、見ちゃうと良くも悪くも人と自分を比べちゃうし、自分のこうダメだなとか足りてないなが見えちゃうから、だったら見なきゃいいってことですもんね。絶対見ない方がいいよ。なるほどはい、最後です、センスのいい人ってエミさんとどんな人ですか？センスは洋服だけじゃなくて、言葉の選び方であったり、お友達の選び方であったり、そうだね、選択すべてに現れますよね。エミさんが思うセンスのいい女性って誰かポンって思い浮かぶ人？私の憧れはジュリアン・ムーアです。ジュリアン・ムーア、はい、なるほど、皆さん調べてもらってお願いします。じゃあねー、はい、ありがとう。いかがでしたか？
いや、エミさんやっぱり違うなって思いましたよ。はい。年を重ねる話したじゃないですか。はい。やっぱり私もそうなんですけど、やっぱ年重ねるのがちょっとネガティブな印象はあったんですよ。はい。だけど私去年くらいからそれ全然なくなっちゃって。はい。で、それを下の子たちに言ってあげたいなって思ってた時に、エミさんが率先して言ってくれたからすごい良かったなって思うのと、やっぱエミさんも言ってたけど20代とかの方が苦しかったって言ってたじゃないですか、はい、何かしらにならなきゃいけないという圧迫というか、はい、強迫観念があったっていうのは、言ってくれてよかったなって。なので今ちょっと何事かにならなきゃいけないって思ってる人は、はい、そういうもんなんだって思っとけばいいんじゃないですか。みんな思ってるし、あとは絶対にならなきゃいけないわけでもないぞっていう話、それを心持ちを持っとくだけで考え方変わるんじゃないかなと思いますね。次はですね、塚本さんって言うんですけど、塚本さんはですね、今はフリーランスのファッションジャーナリストなんですけども、数々の女性誌の編集長でした。例えばフィガロもそうだし、あとハーパスバザーも長いことやってましたね。かっこいいんですよ、とにかく。もう写真見てれば分かりますけど。そうなの。でも今の方が顔が明るくなったというか、優しい感じがする。私はそれまでは緊張感があって、それもすっごいかっこよかったんですけど、今の方が若い感じがするというか、古い言い方ですけど、おキャンな感じ。おキャンって何ですか？おキャンって。なんかおてんばさんみたいな感じ。そんな風に映ってるんですね。そうで、この間ちょうどオートクチュールも行ってたらしいんですけど、その後私に会ったんですけど、オートクチュールに行く前に怪我しちゃって転んだかなんかで、ここが顔怪我したって言って、こんな綺麗な顔なのにみたいな。で会った時にショーで会ったんですけど、ここめっちゃ怪我してて。一巡巡って塚本さん可愛すぎちゃって、私すっごいかさぶたついてて、もう可愛すぎた。ファッションジャーナリストの塚本香織です。早速なんですけど、着てるものを聞きたくて、サングラスはボッテガベネタです。ボッテガですね。はい、で、この美しいセットアップなんですけども、セットアップはこれね、オールインワンで。そう、オールインワンだ。そう、古いすいません、オールドセリーヌです。キャーフィリピン的な。はい。キャーじゃあここのベルトもやっぱり違う。ベルトはマイケル・ライダースになってから最近の新しく買いました。物持ち良くないですか？めちゃ新品くらいに綺麗ですよ。そんなことないです。結構裾擦り切れちゃってるの。めちゃめちゃ綺麗ですけどね。あとなんだっけ、ネックレス。これはなんかお友達がやってる古着屋さんで買った名もない多分ヴィンテージ。塚本さんが古着屋さん行くのが想像ができない。行きますよ。そうなの？はい。バッグはプラダのポーチ。なるほど。この秋冬に出た靴、トングが欲しくて。最近流行りのトングですね。はい。エーシアンドリークサンダル。今回かっこよくて綺麗でセンスが良くて三拍子揃った大人の女性なんですけども、綺麗な見た目であるためにどんなことをやっていますか？見た目綺麗だと思ってませんけど。思ってます。私は思ってます。だから声かけてます。自分の土台というかベースを大事にしたいと思っているので、基本的なスキンケアとか、ストレッチとか、簡単にできることを欠かさずやるっていうので、ジムに行ったりなんか特別なレッスンを受けたりって今までもやってたんですけど、結局長続きしないので、家で自分でできるようなことで、毎朝シートマスクするとか、質のために空いてる時間に必ず何分かはストレッチするとか、ラジオ体操するとか。ラジオ体操するんだ。はい。駅で絶対にエレベーターやエスカレーターを使わないっていうのはもう何年も。食事は必ずきちんとにはしてます。じゃあもう一個なんですけども、内面の綺麗さを保つために何かやっていることありますか？なんか自分を受け入れるために最近はネガティブケーパビリティっていう。ネガティブケーパビリティ。イエスかノーか。結論が出ない状態っていうのが長く続くことに、なんか自分を慣らしていくっていうか、その状態を受け入れる、その不安とか不安定な状態をやっぱりそのままに受け入れて、生きていくっていう風な考え方なんですけど、どう
うしてもその A か B みたいな、だからその中間のその曖昧な状態っていうのが精神上良くないって思っているけれども、今は前に行けない状態だとしたら、なんかそれを自分の中でそのきちんと受け入れて消化する、人生には答えがないっていうことに、ようやく気がついたというか、なるほど。答えがない中でぶれない状態を作っていくっていうことは、自分をブラッシュアップするために何かやってることありますか？新しいことに触れる、なんか好奇心をなくさない、それは気をつけてます。昔以上に。私今ピアノの指のレッスンってちゃんと弾けなくても、いわゆるピアノのための指のレッスン浄化されるっていうか。センスがいいってどういう人でしょうか？いろんなところにこう欲張りができてる、いろんなものを見る目を持っている、っていうことと、あとはやっぱり人を受け入れられるとか、それによってやっぱりその人の中にあるいろんな、センスの元になっているものがどんどん広がっていくし、ありがとうございます、なんかもう全部金言にしたいですね。ありがとうございます。いかがでしたか？いや、なんか初めて聞いた単語、ネガティブケーパビリティ。はい、これは目から鱗だったなと思ってて、やっぱ A か B かのこうチューブラリングな状態って私もあんまり好きじゃないから、さっさと決めてみたいな感じで待ってる間ってなんか割となんか気持ち悪いなって思ってた方なんですよ。ただそれも受け入れるっていうのが目から鱗だった。そういうもんなんだなみたいな感じ、その白黒はっきりつけないっていう状態に慣れておくっていうのは、すごく精神衛生上かな、もう大事だなと思いました。でもあけっぴさんなんかそんなことなさそうね。待てる人の感じ。僕そうですね。だからちょっと共感はありました。その塚本さんの住んでいるグレーなところを待とうみたいな。なんかそれね、あやちゃんも言ってた。イエローのあやさん。そう、あやちゃん釣りするじゃん。釣りする人は待てる人なんだって。うわー、なるほど、そうかもしれないですね。だっていつ来るかとか30分後に釣れますとかの話じゃないじゃん。それを待てる人は釣りする人は待てる人だから、そのグレーの状態を楽しめるまで言ってるかわかんないですけど、引き受けられる人なんだなと。それもあってちょっと私釣りしようかなと思って。得るものあると思いますよね。聞いてなんないかな。早くやってみたいな。その時は塚本さん動画見てください。そう、ネガティブケーパビリティ。あとはあれですね、コツコツ続けられることをやっていくっていうのは、やっぱ美は一日にしてならずなんだなって思った。なんか階段使うとか言ってましたしね。そう、すごくない？すごいですね。塚本さんがやってんだったら俺もやらないとって思うですよね。私何エスカレーター乗っちゃってんのって思っちゃったもん。なんか今からコツコツやっていくことが、大人になって、もうちょっと大人になって塚本さん世代になった時に、自分に戻ってくるんじゃないかなと思って。エスカレーター使わないんですよ、だってちょっと当分。今月は MVS はなしにしましょう。全部5人全部やりづれえ。ちょっとね私の口からは言えません。皆さんは皆さんの心の内にベストワンを決めといてもらえたらなと思います。いつも選んでですけどね、こういう目線をつけた、スナップ会もいいと思いますんで、また何か、前回は6月とか学生縛りでしたしね。次は何縛りか。逆に何縛りがいい？聞きましょうか、コメント欄で。そうだね、今から取れば間に合うと思うから、皆さん何縛りがいいでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。